こんにちは。日本語ラーニングのケロシマです。今日はお鍋を作っている様子をご紹介します。白菜、舞茸、エリンギ、大根、一風堂のお鍋の素を使います。おっと、時計を外し忘れていました。まず、大根と人参を洗います。ピーラーで皮を剥いていきます。うちのピーラーはとてもよく切れます。今年ピーラーで人参の皮を剥いているときに指の皮も剥いてしまい病院へ駆け込んだことがありました。当たり前ですが、料理は丁寧に愛情を込めて作った方がいいですね。今回は初めて自分が料理をしている場面を撮影しました。段取りが悪かったり、見えにくかったりすると思いますが、お許しください。切った人参を鍋に入れます。1個投げましたね。これは良くない。反省です。こちらの白菜は知り合いからいただいたものです。採れたての野菜なので虫がいました。美味しい証拠ですね。虫や汚れをすべて洗い流してから適当に切っていきます。最近徐々に暖かくなってきたので、この冬最後の鍋になりそうです。桜の時期になってきましたね。桜といえば、日本語ラーニングのモバイルアプリ、桜 NL を皆さんは使っていますか？桜 NL は簡単に日本語を勉強することができるアプリです。毎週新しいコンテンツがアップロードされています。自分のレベルを選んで、たくさん日本語のフレーズをインプットすることができます。ネイティブがよく使うナチュラルなフレーズを楽しく勉強できます。ぜひ使ってみてください。いつの間にか材料が増えています。冷蔵庫からもやし、ニラ、厚揚げを出しました。これから鍋に一風堂の鍋の素を入れます。袋を切って
中の出汁と一緒に入っている油もしっかり鍋に入れます。この油が美味しさのポイントです。箸でしっかり中の油を出そうとしています。かなり念入り。必死ですね。皆さん、ここまでやる必要はありませんよ。いや、もうええやろ。いつまでやるねん。ああ、よかった。やっと納得できたみたいですね。次に鍋を火にかけます。うちではタイガーのホットプレートを使っています。豚肉と先ほど切った白菜、ニラ、もやしが入っているボウルと舞茸。なんとここに今回は厚揚げを入れています。ぐつぐつ煮立ってきました。ここで豚肉を鍋に入れていきます。この豚肉は冷凍していたものを解凍しています。解凍時間が短く、すべて解凍されていなかったようですね。豚肉が固まっています。このままほっといてもいいのですが、固まっていると食べにくいのでほぐします。ここで鶏団子を入れます。これは手作りです。中にはニラが入っています。生姜とニンニクもすって入れています。味付けは醤油と酒とみりんでしました。鍋の中にくっつかないように鶏団子を入れていきます。皆さんはお鍋には何を入れますか？私は去年、餅巾着を入れるのにハマっていました。結構何の鍋でも合います。入れてみてください。白菜の葉っぱの部分、もやし、ニラなどの火が通りやすいものを上に乗せて舞茸もちぎって入れます。具。すべての具材を入れたら蓋をして煮込みます。あっという間に完成。いただきます。私はラーメンが好きです。ラーメンの中でも豚骨が好きです。お店で食べるラーメンが一番好きですが、やっぱり家でも食べたい。だけど家でご飯を食べるなら野菜も食べたいんですよね。そんな時に鍋です。気分に合わせてご飯も食べられるし、何でもいけます。うどんも。今回は一風堂を選びましたが、出汁もいろいろあるので飽きません。ここですべての具材を取り出し、締めのラーメンの準備をします。
じゃじゃーん。鍋用ラーメンです。私はこの麺が好きです。今日は太麺を選びました。麺が鍋の底にくっつくので、時々かき混ぜます。あとは好みの硬さまで茹でたら完成です。麺に出汁が絡んでうまい。これで3、4人前なんですが、あっという間に食べ終わりました。最後にデザートです。友達から京都のお土産をもらいました。亀屋吉永という京都の老舗和菓子屋さんの期間限定のお菓子です。ホワイトチョコレート入りの羊羹だそうです。いちご、みかん、白桃が上に乗っています。見た目はキラキラしていてとってもかわいいですね。今日紹介しているお菓子はいちご摘みですが、このお店を代表するメーカーはうばたまというお菓子だそうです。うばたまは艶やかなまん丸な見た目が特徴的です。1803年から作り続けている伝統的なお菓子みたいなので、今度京都に行ったら買ってみようと思います。ここでいちご摘みの味ですが、味は結構しっかり食べ応えがあります。もっちり甘酸っぱくって美味しいです。渋めのお茶と一緒に食べるのもいいですね。では、今日の動画はここまでです。またお会いできるのを
楽しみにしています。この動画がいいと思った方は、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。